ビビのシュワシュなんかマスカットのシュワシュワしてやってます。かしこまりました。ありがとう。すいませんない。ありがとう。お疲れ様でした。なやさんもありがとう。なやさんもありがとう。なやさんで出演 OK なの？ OK。 ありがとう。大成功？大成功。嬉しい。初めてのフリマ惜しかったね。お疲れ様に。ありがとうございます。お疲れ様でした。じゃあのバイバイ。皆さんこんばんは。はい、なんかもうちょっと声で、分かってしまうかなと思うんですけれども、今週はですね、喉からの発熱をしてしまいましてダウンしていました。はい、久しぶりに風邪をひきました。もう1年以上ぶりかなっていう感じなんですけど、やっとね木曜日の夜ぐらいからちょっと持ち直してきて、まだちょっと喉ガラガラなんですけれども、喉の痛みももうほとんどなくなりました。で、今日は5月31日の金曜日、本来であれば今日が動画の投稿日だったんですけれども、ちょっと1日ねお休みをいただきまして、土曜日に投稿することになりました。ちょっと動画の更新がずれてしまって申し訳ありません。私のチャンネルにはねストックの動画がないんですよ。できるだけね新鮮なVlog じゃないですけど、なんか取りだめというよりかは、今週の出来事みたいな感じで、皆さんにご報告したいので、たまにねこうやって体調を崩してしまうと日付がずれてしまったりとか、そういうことがあるかもしれないんですけれども、体調管理には気をつけてできるだけちゃんと金曜日の9時に投稿できるように今後も頑張っていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。で先週は、フリーマーケットをね友達と行ったんです。はい、いつものオーストラリア旅から仲良くしてる愛ちゃんと、のんちゃん、そして愛ちゃんのお友達のスタイリストのさおたんと、4人でフリーマーケットやりました。はい、本当はですねこのチャンネルで、フリーマーケットやりますみたいな感じで場所をここですってお知らせして、たくさんの方にね来ていただきたいなと思ったんですけれども、なんせ私たち4人の出品数もそこまでないっていうのと、あと借りた場所は結構コンパクトなところだったので、4人それぞれ、自分のフォロワーさんを呼んだんですけれども、私はインスタグラムのサブスクリプションに登録している方をご招待してフリーマーケットを行いました。それでもねその中で抽選をかけて来れなかった方もいらっしゃるんですけど、たくさんのね
フォロワーさんに会えて、たくさんコミュニケーション取れて本当に楽しかったです。今まで YouTube 始めて3年4年になりますが、フォロワーさんとしっかりと会うっていうのが、企業の方とコラボしてなんかこうシューズを作った時とか、そういう企業とのコラボのイベントの時に会う以来なかったので、すごくいい時間でした。本当になんかこの画面の向こうには、言い方変ですけど人間がいるんだじゃないですけど、こういう方が見てくれてるんだみたいな、こういう気持ちで見てくれてるんだとか、こういうの真似して、買ってくれたりとか作ってくれてるんだって思うと、すごく励みになって、これからも動画作るの頑張ろうって思えるので、今後もこういう風にねフォローしてくださってる方々と会ってお話ししたり、オフ会みたいなことだったりとかできたらいいなと思っています。なので、そういうの参加してみたいよとか気になるよっていう方がいたら、ぜひねインスタグラムのサブスクリプション登録してお待ちください。はい、フリマに来てくださった皆さん本当にありがとうございました。フリマで私もたくさん物を売ったんですけど、4人のね出品してるものもめちゃくちゃ可愛くて、実はね始まる前に4人の中で物々交換みたいなのもうすでにしてて、このねのんちゃんがオーストラリアで買ったホリデーキャップと、あとはサオタンが持ってきたハートバッグ、こちらをね物々交換でゲットしましたはい、もう本当に楽しいフリーマーケットでした。そのフリーマーケットで本当に皆さんとたくさんお話しして、いつも以上にテンションが上がって声をたくさん出してしまったので、喉がかすれて、そこから風邪になったんじゃないかなと思っていますが、幸せな風邪なので、意外と回復が早く喉が完治することを祈っています。で今日はなんですけど、今週は本当はねちょっといろんなとこに行ったりとか、あとはいろんなもの作ったりとか、そういう盛りだくさんな Vlog を作ろうかなと思っていたんですけど、ほとんどね体調悪くて動けなかったので、病み上がりということでおうち Vlog をね一日撮っていきたいと思います。まだちょっと完全に風が抜けきってるわけではないので、無理せずゆるく撮っていこうかなと思います。はい、なのでちょっと本編は結構キュッと短めになってしまうかもしれないんですけれども、まだね本格的に風邪をひいてない時に、撮影していたラジオがありますので、それもつけておりますので、ちょっとね今週はリラックスして、ごゆるりと見ていただけると嬉しいです。はい、それでは、おうち Vlog スタートです。
きます。祝いクワバジュール。I close my eyes and see all that we could be. No other dream I've had means a thing. Kids in a picket fence sounds good to me. Growing old hand in hand is all I need. As the years go by, we might get older, but love will grow stronger. I don't need more time to know that forever, love, you will be mine through it all, my dear. I will be yours year after year. Looking at all we've done, we've had it good. When nothing else seemed to last, our love it stood. As the years go by, we might get older, but love will grow stronger. I don't need more time to know that forever, love, you will be mine through it all, my dear. I will be yours year after year.よいしょ。はあ。そうそうそう。はい。始まりました。最近童謡ラジオ第6弾。はい。よ今週もよろしくお願いします。ろしくお願いしまよろす。しくお願いします。このラジオは私がこの家にアトリエを持って私たち夫婦が半別居生活となっているということで、彼がね動画に登場する頻度が少なくなるということで、私たち夫婦の今をお届けするそういうラジオとなっております。はい。はい。絶賛喉がガラガラです。
先週末にフリーマーケットやったのね、うん友達とインスタのサブスクの方を招待してうんやったんだけど、それでなんか6時間ぐらいうん初めての人たちにさ会ってさ「わー」とかさ「こんにちは」とかさ嬉しいからさ、うん高い声いっぱい出すじゃん。あそしたらなんか喉がやられてしまいましたが大丈夫ですのですいません、聞き取りにくいかもしれないですけどよろしくお願いします。で今週はですねこちらの初めての梅仕事本を買ったので梅仕事をしながらラジオをお届けしたいと思います。はい梅のシロップを作りたいです。はいすんごいいい匂いする。ね、すごい初めてやるかも。ヘタを取ってください。はい、どうやってヘタ取るの？普通にピョって取るだけ。普通にピャッ。あね。そうそう。はい。でなんか先週ですね。先週は思い切ってやってみたら人生が変わったみたいな、ハッピーになったっていうエピソードを皆さんに募集したんですけど、本当にたくさんお便りコメントいただきましてありがとうございます。すごいよね。本当いろんな人が付き合ってくれて。本当優しいよねみんな。ねそうみんな優しいんだよ。せっかくねあんだけお便りいただいたので、全部は紹介しきれないんですけど2通ほどちょっとね、紹介したいと思います。はいラジオネームキキさんからのお便りです。これがやりたかった。本当ありがとうございます皆さん。旦那が大の釣り好きでお週末のたびに夫婦で伊豆へ行き、車中泊をして一緒に釣りをしていたのですが、お2年くらいそんな生活をしていたらいつの日か伊豆へ移住したいと旦那が言い出すようになりました。結論、現在は伊豆に移住して4年が経ちます私は無謀だとか仕事はとか、不安なことばっかり口に出して突っぱねてましたけど、やってみると無謀なことは一つもなかったです。今は旦那よりも私の方がここへ来て本当に良かったと日々実感しています。体調が悪いことも多かったけど移住してからは体調を崩すことも格段に減ったので不思議なもんです。いつも楽しい動画ありがとうございます。久しぶりにミクさんの本を読み返したくなりましたとのことです。素敵やね。キキさんありがとうございます。これはもうあなたが釣り好きだからそういうことそれで選ばれた。選ばれた。すごいよね。素晴らしい。だってあなたの理想のライフスタイルじゃない。そうね。だって伊豆に釣りをしに行ってたら伊豆へ移住したいって言って伊豆に移住して。へえ、伊豆ってことは海釣りなんだろうね。あ、そういうこと？なんかね、そう移住とか留学とか、そういうことをなんか思い切ってやってみたら、いい変化が生まれたっていうコメントが多かった。そうね、なんか留学もそうだし、そう、環境を変えるってさやっぱ大事よな。うん、でも移住までしちゃうってことはよっぽどなんやろうねよっぽどあなたよりもやっぱ釣りが好き。釣りがもう本気度がちょっと違う。大胆ですね。で結局さ、このキキさんの方が、伊豆に移住してよかったって言ってでもこのキキさんはさ、旦那さんの釣りに付き合ってたのかっていうのが気になるよね。でも一緒に車中泊して、一緒に釣りしてたんだよ。それ理想的な奥さんじゃない？私なんて釣り具店に行くのでさえ嫌がってる長いんだもんだって長い。もうなんかさ、同じようなルアーにさ、これは全然付き合ってくんないからね、釣りに関してはね。確かに釣りか。いや釣りするのは付き合うよ、でもなんかそのルアー屋さんに付き合うのは結構なんか何これそこからもう釣りは始まってるんそのルアーの見極めからね。今度さ、じゃあ釣り行こうじゃん。だから釣れる経験さえもらえれば、私もそのルアー見に行くのも本気になれるかもしれない。いや違うって釣りをね趣味にするのはさ、生涯を楽しめる趣味って言われてるんですよ、釣りは。このね釣りに関する格言というか、これで1時間幸せになりたかったら酒を飲みなさい、3日間幸せになりたかったら結婚しなさい、8日間幸せになりたかったら豚を殺して食べなさい、永遠に幸せになりたかったら釣りを覚えなさいっていう、そういうね名言もあるくらいなんですよ。なるほどね全然刺さってないよいやそれくらいね、その釣れてない時間も楽しめること、楽しめるっていうところがすごいいいところなんですよ。
まあでもいいね。でもちょっと釣りをするしないは別として、伊豆へ移住ライフはそうねちょっと素敵だね。伊豆いいとこやったもんね。あとなんか留学とか一人旅が多かったの、すっごい多かった。一人旅が多かった。私も一人旅やってみようかな今度。一番苦手なんだけど、そういうのなんかいつかな、フィンランド一人旅しようか。おーいいやん。でも次オーロラはあなたと見たいから一緒に行くけどね。その次のもしフィンランド行くってなったら一人でなんか2週間ぐらい行きたい。なんか別に2週間行くからってなんか現地の人と交流しなきゃとか、まあ、そういうなんか目標的なことは1ミリも設定せず、なんか気ままに散歩してなんかちょっとお店入って、家でなんかちょっと作ってみたいな、2週間したい。いいよね。ぜひやってください。はい。じゃああともう一つね、このお便りを今回の本題にしようと思います。ラジオネームいちご大福さんからのお便りです。はい、みくちゃん先生こんにちは。こんにちは。こんにちは。毎週楽しく聞かせてもらってます。自分で行動を起こして人生が変わったなと思ったことは、友人とつながっていた SNS の削除です。みくちゃんと同い年ですが、周りもほぼ結婚して子供がいて、 SNS は旦那さんからのプレゼントだったり子供のことだったり、もちろん親友の幸せは心から嬉しく思いますが、 SNS って友人というか知り合いレベルでもつながっていたり、なんだかとても見ていて疲れている自分がいました。ただ SNS をやめるとつながりが完全になくなる子もたくさんいて、それはそれで怖くなってしまう気持ちがあり、なかなかできずにいましたが、30歳過ぎたぐらいに完全にアカウント削除しました。それから人と比べたり周りを変に意識することもなくなり、より一層親友との仲も深めることができました。本当に大切な人ってそんな簡単に切れるもんじゃないんだなって実感しました。そのおかげで自己肯定感も高められた気がします。みくちゃんはお仕事で SNS が必須だとは思いますが、プライベートはどうされていますか？先生の SNS 事情もぜひ伺いたいです。俺興味ないでしょ。というねお便りいただきました。ありがとうございます。SNS とどう付き合っていくかというのを、今回のラジオの本題にしようと思います。はい。これすごくいいなと思うのは、私は SNS を仕事にしている。そうね。あなたはほとんど SNS をやっていない。だからどっちからの面でもお話できると思うんだよね。付き合い方っていう。はい。私はですね、SNS を仕事にしているので、なんて言うんだろうな。逆に SNS を仕事にしているからこそ、SNS にどっぷり使ってないというか、なんて言うんだろう。わかる。割り切れるよね。仕事っちゃ仕事やしみたいな、ね。そうそう、仕事っちゃ仕事だから SNS で見る情報は全部仕事の資料集めみたいな感じ、なんか情報集めとしか使っていないから、友人の投稿も、友人ではないモデルさんとか、企業の投稿も全部情報として見ている、なるほどね。ので一個一個深く見ていないから病むことがないんですよ。確かに、まあ、参考にする情報だからそうそう、確かに羨ましいとかっていう感情よりも、今こういうの流行ってるんやとか、こういうのみんなもらったら嬉しいんだみたいな、本当それ確かにね。とか、あとこのカフェ行ってみようとか、であとは友達がその結婚した子供がいたとか、そういうのも情報。あ、やっぱこの年代って今結婚多いよなとか、子供のイベントってこういうのあるんだ、とか、本当そういう情報集め、だから全然ねやまないんですよ。でしかも、逆に私仕事として使ってるから、なんかプライベートとして全然使わないから、なんかプライベートな投稿しないので、もう完全プライベートの投稿は逆にしないのか。しないから、なんだろう、これ書いたらなんか思われるかな友達にとかっていうのも一切ない。確かに公にできることしか載せないから。そうそうそう。私親しい友達のストーリーもやんないし、あと情報集め以外の時に SNS を開いてない。そうだからそういう風に私は付き合ってるかな。
確かに仕事にしてるとずっと見てそうだけど逆に割り切れるんか。そうずっと見てそうだけど意外と全然そんな見てなくて情報収集として見ている、あとは私友達だからといってフォローとかしない。はあなるほどね。なんか中学校の時の友達とか例えばいたとします、友達だからといってフォローしない別に、なんかそのフォローの基準は何ななんだろう、この人の投稿面白いな、参考になるなみたいな、もう分かんない、もう私もでも仕事で使ってるからプライベートとして使ってないっていうのが正解かも、確かに、逆にじゃああなたは？俺はアカウントは持ってるよ。ただもう見る線というか非公開アカウントで、なんか投稿するとしてもストーリーだけだよね、あなた。ストーリーだけ、旅行に行った時とかに、ちょっとその風景とかをストーリーするぐらいじゃない、でもなんか最近旅行行ってももう投稿しなくなったね。確かにする時はするけど、でもあなたは結構さ、友達フォローとかし合ってたりするやん。友達結構フォローとかしてるじゃん、どう友達の投稿とか友達の投稿どういうふうに見てる？どういうふうに見てる？へえ。ということで羨ましいって思うかってこと？なんとも思ってないっていうのが正直なところかな。でもなんかその例えばさ、九州の友達が多いからさ、東京来てるのに、なんか連絡くれなかったら寂しいなとかあるから。かわいい。って東京来てるやん。かわいい。だからでもそういうことだと思うよ。いちご大福さんも多分そういう雰囲気、そういうことだわ、言わんとしてんの。ね、確かにそういうのあるか。でもその SNS 離れとはまたちょっと違うかもしれないけど、そのさっきの人もさ、その SNS をやめてから親友とはより仲良くなったみたいな、でもやっぱねそういう一面もあると思うね、常に見てるとさなんかもう合ってる気がするっていうかさ、なんかよく言うのはさ、もうお互いの SNS を見てる前提の会話しかしないみたいな、この前どこどこ行ってたよねとか、でもさそれがなかったらさこの前どこどこに行ってって言ってそっから盛り上がれるやん。確かにっていうなんか弊害はあるのかなと思うけど。そうだね。でも SNS 問題っていうのは本当にあると思う。なんかその近すぎちゃって、会ったことない人でさえも友達だと思っちゃうぐらい知れるじゃん。そうね、だから自分のリアルな友人に、例えば嫉妬だったりとかそういうのもありつつ、知らない人に対してもなんかいいなみたいな、同い年ぐらいなのにみたいな、そう同い年なのに私はこうであの人はこうっていう問題はあるよ。なんかこの前ツイッターでさ大谷翔平と俺は同い年なのになぜ大谷翔平はすごいのかみたいなさ、もうさなんか本当は自分もこれぐらいいけたんじゃないかみたいなさ、その対象が増えすぎちゃって。それはあるね、本当だったらこの対象が5人ぐらい友人で、そこと比べて、とかなるのに、SNS って同い年ですごい人とかっていっぱい見るから、その対象がいろんなとこにありすぎてより自分が小さく見えちゃって、なんかつらみたいな。なんかねそれで思い出したわ、SNS でその友人関係は、そんなに苦しめられることはあんまりないんだけど、その趣味とか、なんかやりたいことに対して、その先駆者っていうか、ものを見ちゃうと、なんか自分で工夫することも忘れるし、その引け目を感じちゃうよね。例えばそのじゃあ釣りを子供の時やってたけど、大人になってもう一回やろうと思った時に、当時はさ別に道具がどうのこうのとか、例えばなんか糸の太さがとかその何も考えずに近くの釣り具屋さんとか、お父さん買ってなんかいつの間にか買ってくれてたものを、自分でああだこうだやって、投げて遊んでたのに、なんか大人になったら、その調べちゃうじゃん、SNS とかで、この釣りをする時はこういう、セットが必要で、こういうルアーを投げるといいですみたいなことを全部知っちゃうと、いざじゃあ釣りに行こうって思った時に、じゃあ今日あそこの川に行こうってなった時に、でもこの川では自分が持ってるセットじゃダメなんだっ
やーってなるとしんどい。あやべえってわかる。そのちっちゃい時はさもう何振り構わずさ、うん言ってたわけよ。うんでも大人になったらさあでもここに行くにはこれが必要だなとか、うんことをなんか考えすぎちゃって、うんなんかこれは本当に自分の趣味の方向性としてうん OK なのかなとか、うん、確かに。なんか何のためにやってんだろうみたいな、うんというのをなんか SNS を見すぎるとちょっと感じるかも。ああ確かによく言ってんもんね。そうなんか行ってきなよとか言ってもいやこれはなんかこうでああだってなんか言ってて最近そう言われてるんよ。そうそうそうだからちょっと行きにくいんよとか言って。なんか変にその頭でっかちじゃないけど、うんその情報を知れすぎちゃうから、あと調べる癖がついちゃったから、確かそれは良くないなと思ったね。だから多分さっきの伊豆に移住した人とかもさ、うん多分いろいろさ移住のデメリットとか調べ出してさ、に。うん。無謀だとかなる。無謀だとかさ思っちゃうけど、実際行ったらさその工夫してさ、うん自分で楽しもうっていう風にさ、うんうん切り替えれるわけ。うんうんなんかそういう気持ちをやっぱ SNS をもしかしたらやめるとうん。味わえる可能性あるよね。うん確かに。そうね。なんか俺はそういう人間関係よりもんやりたいこととか、好きなことに対する調べすぎちゃう。そうあとなんか自分より上手な人がいると自分がやってるのが恥ずかしいとかさこの程度でやってていいかなってでもそれってダメじゃん。ダメ。本当はさもう下手でもどんどんいっぱいやって失敗して上手くなっていくのになんか成功しないといけないみたいなあのを感じちゃうっていう方が俺大きいかな。あそうだね。まあなんか SNS はね薄めで見るのが一番いいと。こうやって本当にこうやって見たらもう本当にダメ食われる SNS。そうね、うんつくづく思うのは、その俺もね別に今はほぼやってないだけで昔は別にやってなくはなかったよね。そうだね。すっぱりやらなくなったのは、ほんとコロナの時かな。あへえ逆にそコロナの時とか SNS 触ってないと暇じゃんってぐらいだったのに。う、コロナについてさいろいろ言ってる人がいっぱいいたじゃん。いたね。でそれは別に、うんその病気的なこともそうだし、そのなんか別のことでもそうだし、その自分の気持ちを発信したりとかいろんな人が自分の考えとかを言った時になんかそのハレーションが起きるみたいなことが結構あったじゃん。まあニュースでもあったし多分みんなの中でやっぱモヤモヤが溜まってた時だったから、うんそのすごいハレーションが大きいなって思って、うんだからなんか何を言っても正解じゃないなと思ったわけ。うんなんか何を言ってもこれハレーション起きちゃうわっていう時にこれは何も言わないが正解だっていう俺は思ったわけあの時。うんでそこからやめて別にもともとねめちゃめちゃやってたわけじゃないから、そのやめて変化が起きたことはあんまりなかったけど SNS もさ人間もそうやけどさいろんな自分がいるわけ。うんなんかあなた二面性がありますねとかさ、うんちょっとなんか良くない風に言われたりとかうんする人いると思うけどでも当たり前やん。当たり前。私には A という顔があって B という顔があって C という顔があって、なんかもうとにかくいっぱい顔を持ってるのが普通の人間だと思う、うんだからその SNS とかもあくまでその人の1個の顔なわけよ。うんうん1人多分56個もっと多いかもしれないけど仮面を持ってて、うんそれの1個を出してるに過ぎないうんからなんかちょっと羨ましいなと思ってもそれはその人の本当一面でしかないじゃん、うんっていう風に考えるしかなくない？いや本当に。でも私もさ SNS に出す自分っていうのは、うん本当に一面でしかないから。うん例えばじゃああなたとめちゃめちゃ喧嘩していますみたいな、うんその喧嘩している Now の姿を載せるわけないじゃん。うんそういうことだから、うんなんかみんないい面しか基本出さないから、うんそれが全てではないよねどう考えても。なんか最近よりそう思う。でもなんか今話聞いてて思ったけどあなたといて SNS の発信に活用してることが一個あって、うん、これは言わない方がいいっていうなんか言わない美徳ね。それをすごくあなたといって感じてなんかねそのちょっとずつそれが自分の中に浸透していって、それがなんか SNS の運営に、いいプラス効果をあれしてるような気がするんだけど、A 言っても B 言っても正解じゃない時は、何も言わないが吉っていう、それをするとねすごくなんか SNS の中で生きやすくなった。例えばどっかどこに旅行に行きました、でそれを一切写真撮らないとか、一切
それを SNS にアップしないっうんてやるとなんかうん心がねグーってねハッピーになるわけですよ。誰にも言ってない自分だけうのん楽しみみたいな。じゃあ例えば沖縄のすごいいいホテル泊まってる友達がいて、うんでも自分は別のホテルいいところ行ってるけど、うんそこ一切あげてない。あ、この人あげるんだ。性格悪いまああげてもいいけどね。いや全然あげていいんだけど、その何かをあえてしない美徳というか、あえて言わないとか、あえて負けるとか、うんとかなんかあえてなんか私はそんなですよ性格悪い。そんなですよっていうのはやっぱ一つの方法だなと思うね。うんそうだから私ねそれをねあなたから学んでちょっと前までこうツイッターとかねこう動かしたりとかしたんだけど、うんもうなんかね特に文字うんでこれぐらいしか打てない文字の時とかって、うん誤解が生まれやすいし補足があるはずだけどそれを抜かすといろんな捉えられ方しちゃうから、うんなんかそういうのも書かなくなった。うん何かに対して言いたいことがあったとしてもなんかそれに対して誤解が生まれる可能性があるからもう言わない、うんむしろ。で家の中であなたと、うんこういうことがあってどう思うってでそこで解決。あとまあ逆の立場になって考えるっていうのが多分セオリーなんだろうけど、うんね、SNS だとやっぱ入ってくる情報が多すぎるから、うんでもさこれからもっと難しくなると思うよ、うんそれこそなんか生成 AI じゃないけどさ、うんその本当かどうか区別つかないみたいなさ、うんことってめっちゃあるし、そのなんか一面見て、うんその決めつける、うんあこの人はこういうことしたからじゃあこの人は絶対こういう人なんだとか、うんこうなってるってことはこういうことをしたんだうんみたいなことをなんか自分の中で断定するのがすごい危険な時代なんじゃないかなってうん思うんだよね。うんその何事もやっぱトントンなわけですよ。うんそのいいこともあれば悪いこともあるし、うんそう見えてるだけで実はこうだったみたいなことって多分これからさらに増えてくるから、うんあこれは A だから B だとかじゃなくて A だけどこれ本当に A なのかなとか、うんその断定しないこと、うんその曖昧さをうん自分の中に持つことっていうのをうん大事にしだした、そういえばその SNS をやめた時期ぐらいからうんなんか決めつけるのをやめた。そうだね。だから私今こうやってラジオやってんのかなって思うんだけど、ただのこう文字だけ羅列してる Vlog だけをずっとやってると、うんまあ私っていうイメージがうんものすごく作られていっちゃう気がして、うんそれが怖いのよ私は。うんうんでそれでミック像っていうのが作られて、うん勝手に幻滅されるあーなんかこうだと思ってたのに残念ですみたいなさ、のって傷つくじゃん。うんでもなんかラジオをやったりして、うんこうやって会話をすると人となりとか一個話してることに対してあこういうこともあるんだこういうこともあるんだっていう多角的に見てもらえる、うんからその SNS やりやすくなる。うんよりまあ知ってもらえるやろうね自分のことをね。そうそうそう。私はなんか SNS を自分が見ることによってなんか落ちるっていうよりかは自分が発信することに対してのなんか危険度っていうのをうんうん常に回避する方がなんかこう大変。まあもしかしたら俺ら二人はあんまりいちご大福さんの気持ちに添えないのかもしれないけど、うんでも基本的な向き合い方はそうだよね、うんそのあんまりとらわれないようにするっていうのとそうだね。断定しないっていうのと、あえて言わないあえて言わないととか、薄めで見る。うんまあそのデメリットを言ったけど、裏を返せばメリットなよね。そういろんなことをしているとかさ、そうそうそう。だからもうそういうふうに使えるようにうん。努力するしかないそう一人一人が努力して、なんかそう楽しいものにしていかないというん、けないよね。どうラジオやってみて。ラジオやってみて思うのは自分がなんかね日常であんまりいろんなこと考えてないんだなっていう反省になる。もっとこう一個一個に対して深く考えて悩んだりした方がいいのかなみたいな、なんかちょっとそんな気持ちもなりつつ、でも自分の長所だから、うんあんまり一個一個のこと悩まず、うんまあ、なるようになるだろうってうんいうのが、まあ、私のいいところでもあるんだけど、うんなんだろう、世の中にはいろんなことに対して悩んでる人がいてっていうのも、まあ、知っておくべきだなと思うから、とってもいいですね。うんはい。でもさ今回のコメント見て思ったけどさ、うんみんなさ、うん
結構やってるね。何を大胆な人生みたいな。そうそうそう嘘でしょみたいな。そうなんかさよく私がさ行動的でなんか憧れますとか言われるんだけどさ、私からすると皆さんの方が憧れの存在なんですけどってぐらいほんとすごいんだよ。なんかさ紹介できなかったけどね、一人で世界一周行ってきましたとか、なんか子供産んだ後に留学行ったとかさ、そうそうそうなんかすごいねっていう、本当スイスに交換留学行きましたとか、なんかすごい山に登頂した人とか、本当すごい。だからなんかね思うのはその SNS で活躍してる人がすごいみたいな風に憧れるんじゃなくて、自分の人生も実はすごいことしてるから、みんなが一人一人に自信をねなんか持った方がいいなと思った。別に発信してる人がすごいって思わない私は。でもなんかこう SNS やってなくてもこういう場で自分のねやってきたことをコメントに残してもらってそれをみんなに見てもらうっていうのもいい SNS の使い方かなと思うから、今後もねこういうお便りを募集しようと思います。はい、今週も募集しようかな。何にしようかな。最近の悩みとか。最近の悩みね。最近悩んでたけど、あっけなく解決したこと。いいね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 。最近悩んでたけどあっけなく解決したこと。なんかある？募集しよう。私？ちょっと考えさせていい？そうね。私もじゃあ次の週までに考えてみる。最近悩んでたけどあっけなく解決したこと。じゃあそちらを募集します。でなんか今回のお便りもらって思ったんだけど、最後に私たちへのなんか質問を書いていただけると、その後にお話しやすくなっていいなと思ったので、まあそのあっけなく解決したことってお悩み解決のメールをしていただいた後に、まあなんか私たちに質問みたいなやつを1個書いていただけると、ちょっと取り上げやすいかなと思います。あと長すぎないとか。そうだね。あんまり長すぎると読む分には楽しいんだけど、動画で紹介するには、それを読むだけで何分もかかっちゃうから。確かに、短め、でも長く書いていただいても大丈夫です。コメント欄に残していただいて本当にありがとうございます。たくさんのコメント、本当にコメントっていうのはね力になりますし、あとなんかねやっぱこういうのって声に出して言うべきだなって思うんだけど、なんか今まではちょっとかっこつけて言わなかったんだけど、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。確かに聞いたことないわ。初めて言った今。さこれやっぱ言った方がいいって思ったわ。なんかそれを思ったのはこのコメント欄にも、なんかこうミクさんのことずっと見てましたけど、今までこうあんまり親近感が湧かなくって、登録とかしてなかったんですけど、最近はすごく親近感が湧いて、登録しましたとか、今までずっと見てたけどコメントしなかったんですけどコメントしましたとか言ってて、今まではさあんまりこうくださいお願いしますっていうのはちょっとかっこ悪いなって若干思ってたんだけど、こうやってね YouTube やっててグッドボタンとかコメントとか登録っていうのは力になるのよ、やっぱり。だからグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。これをね毎ラジオの最後に、つけていこうと思います。進化ですね。はい、60万人を目指して一旦いきたいと思います。はい、頑張ってください。はい、そうですね。ありがとうございます。じゃあ悩んでたけどあっけなく解決したことについて、何かありましたら、皆さんコメントください。解決してないとダメなんだっけ？解決してなくても解決したいなと思って、みんなに聞きたいこと、もういいよね、それもすごくいいと思います。はい、みんないろんなものを持ち合わせてるから、こうなんだろう文殊の知恵、みたいな感じでみんなで解決していきましょう。数の暴力で答えを見つけます。そう。はい、それでは今週もありがとうございました。ありがとうございました。また次のラジオをお待ちください。これどうすればいいんだっけ？ジップロックに入れて、冷凍。冷凍ね。よし、じゃあお疲れ様です。お疲れ様でした。